こんにちは、かなです。今日は文法をやります。今日やるのは比較。何かと何かを比べるという文を作ります。比較の文を作るときは基本的に格助詞のよりとが、それから名詞の方を使って文を作っていきます。例えば、A は B より大きい。これはこの文はどういう意味かというと、A の方が大きい。例えばこのペンが A だとして、こっちのペンが B。どっちが大きいかなって比べると A の方が大きい。A は B より大きい。大きい。もう一つ文章の作り方があります。B より A の方が大きい。これはこういう形。文章の内容は同じことを言ってます。B より A の方が大きい。A が大きい。大きいですよね。この2つの文をどうやって使い分けるのかというと、ここはを使うときは A がトピックになります。なので上の文章は A のことについて言いたい。A が大きいということ。A のことについて言いたい。A の方がトピックになる。そして下の方の文は方がという文を使って、これとこれの A と B のどちらかについて話すのではなくて、A と B を単純に比べる。ただ単に比べたい文を作るというときは、下の文を使います。じゃあ、もう少し文として長いものをやってみましょう。太郎さんとまやさんがいます。太郎さんはまやさんより走るのが速いです。太郎さんはまやさんより走るのが速い。速い。ここに和が入ってます。なので、太郎さんのことについて言いたい文になります。太郎さんはまやさんより走るのが速いです。これは上の文と同じ作り方になります。では、下の文に、こっちの文に太郎さんとまやさんの文を作ってみましょう。ここで言う太郎さんが A の役目、まやさんが B。なので、まやさんより太郎さんの方が走るのが速いという文になります。もう一つ文、比較をするときの文があって、まやさんは太郎さんほど走るが速くない。この文章は会話の中で時々出てくるかなというぐらい。速いのか速くないのか、ちょっとわかりづらいですよね。なので、あまり
会話の中では出てくることが少ないかと思います。出てくる時のパターンとしては、A と B の差があまりない時、ほとんど差がない時に出てきます。なので、この文章でいくと、まやさんと太郎さんの走る速度、速さは、まやさんと太郎さんの走る速さは、そんなに変わらないんだけども、少しだけ太郎さんの方が速いよ、という文章になります。ちょっとわかりづらい文章なんだけども、日本語的には、速さはどっちが速いのかって言いづらい時とか、グレーゾーンが好きな日本人ですから、たまに出てくることがあります。この速さがはっきりしない文章に、もう少し速さがはっきりするように、この A と B の文章では、大きさや速さがどれぐらい違うのか、わからないですよね。なので、もう少し具体的に大きさとか速さをはっきりさせたいときは、これを消します。ここに、10倍。10倍速いとか、実際の数字を、太郎さんはまやさんより10倍走るのが速いというふうに、実際の数字を入れてあげると、よりわかりやすく、聞いてる人はわかりやすくなります。その他には、これは実際の数字。数字を入れる。その他には、ずっと。太郎さんはまやさんよりずっと走るのが速い。相当速いというイメージになります。このずっとは、副詞。副詞を入れることで、いろんな表現ができるようになります。例えば、もっと。太郎さんはまやさんよりもっと走るのが速い。このもっとも副詞。ここ同じね、副詞。もっとは、太郎さんもまやさんも走るのが速いんだけど、二人とも走るのが速いんです。でも、もっと速いのは太郎さんの方が速いんだよ。という時にはもっと。二人とも走るのが速い時のもっと。まやさんは普通で、太郎さんは少し速い時はずっと。これとこれ。この副詞は程度副詞という副詞の種類になります。程度副詞というのはスケールを表す言葉になります。程度副詞。書いておきましょう。スケール。程度副詞にはどんなものがあるかというと、よく使われるものでは、大変重たいとか、大変軽いの大変。その他には、ちょっとという時のちょっと。その他には、たくさん、しょっちゅう、たびたび。しょっちゅうは時間の感覚の中で、その時間で何度もという意味になります。では、ここまでは、2つを比較する。A と B を比較する。2つを比較する方法をやりました。今度は3つ以上。消します。3つ以上比較するときは、1つずつ上げて比較をしていくという方法になります。なので、A と B と
C の中で一番大きいのは〇〇です。例えばこれがさっき A、これが B、これが C。そしたら A と B と C の中で一番大きいのは B です。A と B と C の中で一番大きいのは B です。という言い方になります。黒のペンと青のペンと赤のペンの中で一番大きいのは青のペンです。もう一つ言い方があります。カテゴリーを挙げてどれが一番大きいのか。何々の中で一番大きいのは〇〇です。これはここにカテゴリーが入ります。例えばカテゴリーね。カテゴリー。例えばここにあるペンの中で一番大きいのはこの青いペンです。わかります？ここにあるペンの中で、ペンというカテゴリーを挙げて、その中で一番大きいものというふうに文を作ります。ここまで大丈夫ですね。じゃあもう一つやっておきましょう。どれが大きいのか誰かに聞きたいとき、疑問文を作る方法をやっておきましょう。二つのことを比べて聞くとき、二つのことを比べるときの聞き方は、A と B のどちらが大きいですか？例えば大きさを聞きたいときは、A と B のどちらが大きいですか？どちら、二つのときはどちらを使います。もう少しお友達と話すときは、どっちを使ってもいいです。A と B のどっちが大きいですかというのは、お友達と話すとき。A と B どちらが大きいですかというのは、少し丁寧な言い方になります。これは二つのことね。二つのこと。この三つ以上。三つ以上を比べる疑問文を作るときは、どれとか、いつ、どこ、誰、そして何。この中でどれが一番大きいですか？この中でどれが一番大きいですかのどれ。これは物についての疑問文を作るとき。いつは時間。例えば、月曜日から金曜日までの間でいつ都合がいいですか？月曜日から金曜日の中でいつ都合がいいですか？とか、月曜日から金曜日までの間でいつ時間がありますか？と聞くとき、
に使います。いつ。どこは場所。場所。日本の中で一番人口が多い都市はどこですか？と、都市の場所を聞いてます。次、誰。誰は人ですよね。人。日本人の中で一番有名なのは誰ですか？日本人の中で一番有名なのは誰ですか？何は、これは、ものについて聞くんですが、これは、特に時間、場所、人とか指定なし、カテゴリーをなくした全体の中から聞く場合、全体の中、選ぶとき。例えば、日本の何が好きですか？日本の中にいっぱいいろんなものがあるけど、その中でも何が好きかと聞かれるとき、全体から選ぶときは何を使います。今日は比較についてやりました。2つを比較する場合と3つ以上を比較する場合の文章の作り方が違います。比較はそんなに難しくないので、サクッと見て覚えておいてください。じゃあ今日はここまで。またね。